はい、皆さん、こんにちは。カレーブレッドでございます。今日はですね、車検に出してたコルベットが、ようやく帰ってくる日になりましたので、今からこの台車のですね、これなんだろう、日産のクリッパーとかかな、に乗って、車屋さんに、車を取りに行きたいと思います。でですね、実は車検と同時に、何かしらを実は一つオーダーしてたんですね。なんで、ようやくそれを、これから自分もそのね、仕上がりを確認できるっていう感じですし、皆さんにもお見せできるかなっていうことで、今日は動画を撮ってます。いやー、とっても楽しみです。では、行ってきます。はい、ということでね、今、車を引き取りに行ってきまして、多分この画面上はまだ、モザイクか何かしら置いてあって、何も見えてないと思いますが、今からね、その僕のコルベットの変化をお見せしたいと思います。はい、じゃあ行きますよ。はい、せーの。はい。さあ、どうですか。どこが変わったか分かりますかね。上ですね。上が黒くなりました。はい。こんな感じで、もともとこちらは黄色だったんですけど、ここを黒くしました。どうでしょうか。僕ね、この黒くするやつはかなり前からやりたかったんですよね。で、ただなんで今までやらなかったかっていうと、ひょっとしていい感じのマニュアルが出てきたら乗り換えたいなとかって思ってたんで、それでなかなかちょっと踏ん切りがつかなかったっていうところがあるんですけど、もう今回、もう塗ってしまおうかと。この車検を通すタイミングでやってしまおうかということで、結局、こういう感じで、この上をね、黒くしたんですよ。いやー、どうですか。ここがね、黄色いままがいいとかね、黒い方がいいっていうのはもう本当、好みかもしれないですけど、僕はね、この黒い方が好きですね。っていうのもなんか、割とこう、モダンに見えるっていうのもあるし、ちょっと個人的には今までの、この、なんていうかな、黄色だと、なんか黄色すぎるみたいな、なんかそんな印象があったんですよね。で、あとこう、上がなんか黒くなることによって、車高が低く見えるっていう効果もあるそうなんですよね。だから上を黒くするっていう需要はね、あったりするらしいですよ。でですね、どうやって黒くしたかっていうと、これはね、もともとね、ラッピングにしようと思ってたんですよ、ここ。ですが、これ塗りました。塗装です。もう塗装をしてしまいました。ということで、ラッピングのようにもう元には戻りません。はい。でもいいかなと思って。やっぱりなんていうのかな。やっぱ塗装の方が、こう、見えますかね。こういうところのゴムあるじゃないですか。で、ラッピングだと、やっぱこういうのってどうしても難しいらしいんですよ。はい。もう、しっかり丁寧にやるのがね。で、僕はね、このツヤ張りが良かったんですよね。このグロスブラックっていうんですかね。思いっきりほら、反射して自分が映ってますけど、この、やっぱ、ツヤがね、ある方が良かったんですよ。なので、なんか聞くところによると、ラッピングだと、その艶ありのシートを貼っちゃうと、自分で洗車なのか洗車マシンなのか分かんないですけど、やっぱそういう時にもうさーって傷が入っちゃうみたいで、だからもう艶ありの、黒にしたいんだったらもう塗装ですよって言われて、ということでもう塗装にしました。ちなみにこれ今回塗ったのがここのタルガトップの外れるとこですね。ここと、あとこのヘイローって呼ばれるところ、これ全部ここの2箇所を塗ったって感じなんですよね。でこれでだいたい工賃が8万円台でしたね。8から9万円の間で、カーラッピング僕もっと安いと思ってたんですけど、意外と変わんないらしいんですよ。結構やっぱ手間もあるみたいで、こうガーッとね、やっぱカーラッピングっていうのはこうどっちかというとこうワンポイントでというか、こういう線を入れたいとかね、こういう感じで
わかりづらいですけど、こうやって線を入れたいとか、そういう時にはいいらしいんですけど、やっぱこう全体的にもう色を変えたいっていう場合はやっぱ圧倒的に塗装の方が綺麗みたいです。うん。いやもう僕もこれ結構仕上がりすごい満足してて、いやーなんかシュッとしたなーと思って。どうですか？まあ好みかもしれないですけど、僕はこれ結構良くなったんじゃないかなと思ってるんですよね。こんな感じで。こんな感じですね。いやーいいじゃないですか。もう満足ですよ。で、あと、ここのミラーの部分ね。ミラーの部分もこれ、やろうかどうか迷ったんですよ。ただ、このミラーのところっていうのは、結構手間らしくて、あの、ここに線入ってます。線入ってますよね。ちょうどこれ、ここが。ここに線が入ってて、で、これ、手動なんですけど、ミラーの角のがこんな感じで。で、ここも、なんか要は全部しっかり塗ろうと思うと、これを外さないといけないんですよね。なんでこのドアをね、取るっていうか内張りなのかわかんないけど、要はそれを全部取って分解しないと、完璧にはできないということで、作業的にはできるんだけど、まあ、そこそこしますよみたいな、工賃が。っていう風に言われたんで、まあ今回は、まあとりあえずこの上のところを黒くするだけにしておきました。皆さんはどう思いますか？で、まあ次のね、自分がこうしたいなと思ってるのは、このホイールの色を変えたいですね。すごい細かいことなんですけど、これマットブラックなんですよ、このホイールの今の色が。で、こっちはグロスブラックなんで、艶あり。で、こっちが艶なしっていう感じになってるんで、まあできれば下も艶ありのブラックに変えたいなっていうふうに思ってます。はい。まあ、わかんないですけどね、変えるかどうか。変えるか、もう、ホイールセット、良さそうなやつがあったら、艶ありの黒色のやつがあれば、まあ、交換するかもしれないし、ちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえずね、今回、車検と、この塗装だったりとか、あと、実はね、上のね、屋根とは別に変わってるところがあるんですよ。これ分かる人いたらすごいなと思うんですけど、実はねこの車ゴーストフィルムが前に貼られてたんですね。今これ貼ってない状態なんですけど、この前にねゴーストフィルムが貼られてて、実はむちゃむちゃ視界が今まで悪くて、まあ、ずっと剥がしてこなかったんですけど、結局車検が通らなかったんでもう剥がさざるを得なかったんですよ。で結局そのゴーストフィルムを剥がすためにだいたい4万7、8千ぐらいかかりましたね。うん。やっぱ貼るよりも剥がす方が大変みたいで、しかもこのコルベットってかなり傾斜じゃないですか、思いっきり傾斜してるんで、プラスで料金かかってやっぱ作業が大変だってことで、なんでまあ車検代とは別にね、そういった工賃も払らざるを得なかったという感じですね。で、ゴーストフィルムに関して、まあ、一個情報があったんで、剥がすときに、コルベットのガラスって、これ、すでにちょっと青っぽいっていうか、緑っぽいっていうか、わかりますかね？まあ、僕のあっちのオーリスもそんな変わんないですけど、要はもっと透明なガラスの車ってあるんですけど、やっぱこういうそもそもこう色がついてるやつに対してもゴーストフィルム貼っちゃうと、やっぱどうしても透過率が確保できないんで、基本的に車検通んないです。これは前のオーナーさんがね貼ってたやつを僕はそのまま剥がさず乗ってたって感じなんで、まあどっちにしろ剥がさなあかんなとは思ってたんですよ。うん。ただなんでこうね車検に通らないやつを貼るのかっていうねまあちょっとそういうのはありますよね。なんで皆さんもゴーストフィルムをねコルベットに貼るってなった時は、まあどっちにしても車検の時に剥がさなあかんよということになってしまうんで、お気をつけいただければと思います。はい、ということでね、今回は、上の屋根と、ヘイローの色が変わって、よりこうね自分のお気に入りなルックスになりましたというご報告でした。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。